この車は時々このチャンネルに登場するメルセデス・ベンツ 190E です。数年ぶりに結構心配な症状が発生して困り果てました。それは古い車にはありがちな嫌な症状です。停車中のアイドリング時に回転数がブルブルと不安定に下がる現象です。エンジン回転数が一瞬500回転付近まで下がり、700回転まで上がるような動きを繰り返す状態です。車はエンストはしませんが、いつエンストしてしまうのかと、ドライバーは大変不安になる現象です。私はこの車で過去にアイドリング回転数のこの異常症状を何度も経験してきました。そして私だけではなく、この世代のベンツの所有者は、このアイドリング不調問題にしばしば悩まされています。そこで今回の動画では私が経験してきたこの症状の原因究明プロセスと対処方法を解説してみようと思います。Failure cause 1, ignition coil. 190E で頻度が時々にしか起きないアイドル不安定の原因として最も多いのはイグニッションコイルの劣化だと思います。ただし、イグニッションコイルは7万キロ程度では故障しない部品なので、交換後の走行距離がその範囲内であれば、故障の確率は低いと思います。イグニッションコイルが原因の場合は、検査でその診断をするのが難しいです。もし7万キロ以上使用してきた部品であれば、とりあえず交換してみるのが良いと思います。他に原因があったとしても、その後の診断がしやすくなります。今回私の場合は、イグニッションコイルを交換後1万キロ以内だったので、この部品は大丈夫なはずと考えました。Failure cause 2, spark plug. 次にやるべきことは、スパークプラグを外して点検してみることです。スパークプラグが摩耗していれば、それがアイドル不調の原因になっていることが少なくありません。プラグが摩耗しているかどうかは、見れば簡単に判断できることなので、最も簡単に診断できて、安く修理できます。それぞれのプラグが均等に焼けていれば、それはとても良いことです。今回、私の 190E では、このようにスパークプラグは非常に良い燃焼状態でした。プラグの燃焼状態がすべて揃っている良い状態の場合と、不揃いな場合とでは、その先の原因究明はだいぶ変わってきます。これは数年前のこの車のスパークプラグです。2番目のプラグだけ黒くすすけている状態でした。こういう状態の時の原因究明は後で解説していきます。Failure cause 3, ignition distributor. 190E では一つの点火コイルから送られた高電圧がエンジンの回転と連動するディストリビューターによって各スパークプラグに順々に送られています。この部品の中で電気の分配が端子間の非接触の放電によって行われています。接点の摩耗やすすによって放電効率が不安定になると、低回転のアイドリング時の不安定につながることがあります。接点の摩耗が軽微な場合は、ディストリビューターのキャップとローターの端子を磨くと、アイドル回転不安定が感知することがあります。今回、私の車の場合は、以前に除外診断のために、使用走行距離5000キロで交換してしまったこの部品があったので、それと入れ替えてみました。それにより、アイドル不調の頻度はかなり減りました。頻度が半分くらいになった感じです。この部品の交換では、アイドル不安定は完全には治りませんでした。Failure cause 4, OVT relay. 190E の時代のベンツでは、オーバーロードボルテージプロテクションリレーという部品の故障により、アイドリングが不安定になることが少なくありません。この部品の故障初期の場合に微妙なアイドリング不安定が起こります。
故障中期になると、アイドリングは非常に不安定になり、エンストするようになります。故障末期になり、完全に壊れるとフェイルセーフ状態になり、アイドリングは1000回転を超える高い状態で固定されるようになります。OVP リレーの故障の各症状は詳しい動画が私のチャンネルにあるので参考にしてください。今回、私は過去に除外診断のために交換した正常な OVP リレーがあったので、それと交換してみました。しかし、アイドル不安定は改善しませんでした。Failure cause 5. Throttle valve. スロットルバルブの汚れがあると、適正な空気量が吸い込めなくなり、特にギリギリの空気量で回転しているアイドリング時には、空燃費のバランスに影響が大きく生じます。この写真の表面的に見えているエアフロメーターの汚れはなくて、綺麗に見えても、その下の奥にあるスロットルバルブは結構汚れている場合があります。私はエンジンコンディショナーでスロットルバルブのクリーニングを行いました。それによりアイドル不安定は完全になくなりました。これまで何度かアイドリング不安定症状の修理のためにスロットルバルブのクリーニングした経験がありましたが、ここが原因だった経験はなく、今回は後回しになってしまいました。クリーニングするだけで部品交換が必要ない修理方法なので、まず真っ先にやってみる価値があるのだなと、基本が大事だなと、改めて勉強になりました。2週間、通勤に毎日使って渋滞走行テストして、アイドル不安定が再発しないことを確認できたときは、とても嬉しかったです。Failure cause 6. Igniter. 今回は、私の車は、スロットルバルブの汚れと、点火デスビの摩耗がアイドル不調の原因でした。しかし、これで治らなかった場合に、次にやろうとしていた手順は、イグナイターの交換です。私は予備のイグナイターを持っているので、それと交換して点検することができます。イグナイターは半導体などが組み込まれたコンピューターのような装置なので、素人にとってはこの部品が悪いかどうかを調べるためには、良品と交換してみるしかないと思います。Failure cause 7. Idle switch. この車にはアイドルスイッチという物理的なスイッチがスロットルリンクの先についています。アイドル時はアクセルペダルを離している状態です。完全にアクセルワイヤーが緩んでいる状態の時にスイッチが作動します。アクセルワイヤーの調整が適切でない時、つまり短くしすぎている場合にアイドル時にもスイッチが入っていない状態が発生します。アイドルスイッチがオンになると、コンピューターはエンジン回転数が下がりすぎないように空気量の補正を行います。アイドル時にアクセルワイヤーが緩んで、スロットルバルブが完全に閉じた状態になると、スロットルバルブのわずかな隙間だけから供給される空気量では、吸入空気量が不足します。アイドルスイッチがアイドル時に作動しないと、そのせいでエンストしやすくなります。アイドル時にはアイドルエアバルブとスロットルバルブのわずかな隙間からの空気量でアイドル回転を維持しています。そのためアイドルスイッチが機能しない状態はスロットルバルブの汚れでその隙間が小さくなり空気が減りエンストしやすくなるのと理由は同じです。そのためこの両者の異常はかなり似たようなアイドル不調の症状になります。私の経験ではアイドルスイッチ本体の故障はありません。アクセルワイヤーの調整不良が原因だったことがあります。アイドルスイッチ本体の点検はコネクターを外してテスターで導通のオンオフを確認するだけで簡単にできます。アクセルワイヤーの調整の点検はアクセルを完全に離したときにスイッチの先についているローラーがしっかり前方に押し込まれて
スイッチを押しているかを目視することで点検できます。他の様々な原因でエンストしやすい状態になっている車の場合、原因が特定できず、根本的な修理ができないときに、アクセルワイヤーを短く調整していることがあります。アクセルワイヤーを短く調整すると、スロットルバルブが完全に閉まらない状態になります。人間側ではアクセルペダルを離しても、エンジン側では常に少しアクセルを踏んでいる状態になり、回転数を高めに保持し、エンストしないようになります。この場合、アイドルスイッチは常に離れた状態になり、機能しなくなります。そして、その後、不明なままの原因がさらに悪化して、さらに空燃費がおかしくなった時に、アイドル不安定が発生してきます。Failure cause 8. Idle air valve. アイドル回転数の補正は、アイドルスイッチや水温と吸気温度センサーの信号をコンピューターが解析し、アイドルエアバルブという部品を電気信号で動かして空気量を調整して行っています。アイドルエアバルブは細いスリットを回転させて幅を調整しています。ここが壊れたり汚れが詰まったりすると、アイドル時の空気量補正が適正にできなくなります。今回、私の車の場合は、エンジン始動直後のアイドルエアバルブによる補正は適正に行われていたために、この部品は大丈夫だろうと考えました。エンジン始動直後から回転数が低くてエンストする場合は、この部品を点検すると良いと思います。アイドルエアバルブの点検は、ヘッドカバー側の配管と電気配線を外して、スリットが見える状態にします。グラフの電圧を供給して、規定値の開閉量になっているかを目視します。Failure cause 9. Potentiometer. ここからはかなりマイナーな故障原因になりますので、詳細は省いて簡単に紹介だけしていきます。エンジンコンピューターのアイドリング時のエアバルブ調整には、エアフローメーターの角度を検知するポテンショメーターという電子部品からの情報も関与しています。この電子部品のエアフロメーターとの接点が摩耗すると、アイドル時のエアフロの位置情報が狂ってコンピューターに送られます。この部品が適正な規定値の信号を検知しているかは、一般的な検電テスターで検査可能です。その詳細は私のホームページに書いてあるので参考にしてください。Failure cause 10. Speed sensor. スピードセンサーはスピードメーター裏の速度ケーブルの横についている部品です。この部品が壊れると適正な速度値をコンピューターに送らなくなり、アイドル補正に支障が出ることがあるそうです。私はここの部品の異常は経験はありません。Summary. 1980年代のメルセデス・ベンツは機械式の基本システムを電子的なシステムが補助する仕組みです。電子的なシステムが補助する主な目的は燃費性能の向上と排出ガスのクリーン化だと思われます。そのため、アイドリング時に可能な限りギリギリの回転数に下げながら、エンストはしないようにするためのいろいろな仕組みがついています。その複雑な仕組みのために、190E のアイドル不安定の原因はたくさんあります。その場しのぎのために空燃費を変えたり、アクセルワイヤー調整しても、自動車の外部環境は非常に変化するので、環境の変化に応じた適正なアイドル状態を保つことはできません。仕組みをしっかり理解して、原因を探して修理する必要があります。Part 2. If there is a combustion abnormality. In the spark plug. 以前、似たようなアイドル不調が起きた際に、スパークプラグを点検したとき、このように特定の気筒がくすぶっている状態の時もありました。
その時の修理経験を後編ではご紹介していきます。Failure cause 11. Injector. インジェクターは非常に耐久性が高い部品ですが、10万キロを超えると綺麗な噴射が得られなくなっている場合があります。インジェクターの噴射状態はエンジンから取り外して水圧を注射器で加える方法で検査することができます。Failure cause 12. Spark plug code. プラグコードはよく消耗品扱いされる部品の一つです。この部品が原因かどうかを調べるのはとても簡単です。隣のシリンダーのコードと入れ替えてみて、ススケルプラグが入れ替わるかを確認するだけです。この部品が不良でも、軽微なアイドル不安定の場合には、プラグの焼け具合にまで影響しないこともあるので、7万キロ以上使用している場合には交換しておくと、その後の診断が容易になります。Failure cause 13. Air filter. エアーフィルターは見過ごされやすい原因です。この部品が原因になっている頻度は少ないです。しかし、半数以上またはすべての気筒で燃焼不良の所見がある場合には、エアーフィルターを交換しただけで劇的に改善した車がありました。5万キロ走行している場合は、とりあえず交換しておくと、その後の診断がしやすくなります。Failure cause 14. Fuel distributor. 190E のような軽 E ジェトロまたは軽ジェトロの燃料制御装置の車では、燃料デスビという部品が重要な役割を果たしています。この部品が壊れると、特定のシリンダーに対しての燃料供給量が多くなっていきます。それがそのシリンダーのくすぶりの原因になります。私はこの部品の内部のオーリングが劣化して、内部で燃料を漏らしてしまう故障を経験しています。オーリングの劣化は、経年劣化による影響も大きいため、走行距離だけでは予測できません。各シリンダーに均等に燃料が分配されているかを点検するのは、それほど難しいことではありません。このように、インジェクターへの燃料配管を外して、エアフロメーターのプレートを少し押すと、最小流の燃料供給が目で見てわかります。この映像では、右下の燃料が他の3つと比べて多いことがわかります。この車は、特別な工具や検査機器がなくても、素人でもそれぞれの部品の不良を調べることができるので、面白いです。修理は燃料デスビを交換することになります。このあたりの修理詳細も私のチャンネルで詳しくアップされているので参考にしてください。Failure cause 15. Fuel pump and relay. 190E の燃料分配メカニズムは非常に高い圧力の燃料で機能しています。燃料の圧力が機能するための動力源になっています。燃料の高い圧力は燃料漏れをあちこちで引き起こす原因にもなります。燃料ポンプの劣化や漏れにより燃料の圧力が不安定になったり低下するとうまく燃料分配の仕組みが機能しなくなります。燃圧は燃料ラインに燃圧計を取り付けて測定します。それぞれの部位で適正値がありますので、それに達しているかを点検します。私は性能が落ちてきた燃料ポンプを交換したことで燃圧が正常になり、その影響で弱っていた燃料デスビ内のオーリング類から燃料漏れを起こした経験もあります。あまり不調を感じていないタイミングで燃料ポンプを予防的に交換すると、高い圧力により弱っている燃料系に致命傷を与え、かえって車の調子が悪くなることがあります。そういう場合でも、
そういうこともあることを理解していれば、早めに異常が分かってよかったなと、ポジティブに考えることができると思います。そういう理解がないと、整備に出したら壊されたと感じてしまいますね。時々にしか起こらないエンジン不調やエンストの場合には、燃料ポンプに電源供給しているリレーが超短時間止まっている場合があります。圧力が高いため、リレーの接点不良で短時間通電が弱くなり、燃料ポンプの動作が弱くなった時圧力は一瞬で下がり、アイドル不安定の原因になります。燃料ポンプリレーの劣化摩耗は、エンジン不調やエンストの原因として頻度は高いと言われています。しかし、私は今のところ、この部品が原因だったことはありません。Failure cause 16. Fuel tank. 燃料ポンプやリレーに問題がなくても、燃料タンク側で燃料を燃料ポンプに供給する通路が錆で塞がれていると、燃料圧力が低下します。190E の燃料タンクのフィルターは簡単に取り外して点検することができます。燃圧が上がらない場合には、ここを点検してから燃料ポンプを交換するかを考えるのがいいです。もし燃料タンク内に錆がたくさんあるようなら交換しなくてはなりません。しかし、その前になぜそんなに錆びたのかをしっかり調べる必要があります。燃料タンク内の圧力を調整するためのメカニズムが壊れていて、錆の原因になることを私は経験しています。長期放置車両でもないのに、燃料タンク内の錆が多い場合には、そのメカニズムの方もよく点検することをお勧めします。Failure cause 17. Fuse. 1980年代のメルセデスには、スティックタイプのヒューズが使われています。このタイプのヒューズは、現代の平ら型タイプのヒューズと比べると、接触不良が起きる頻度が多いです。私はアイドル不調の原因では、ヒューズが原因だったことはありませんが、他の電装品の故障原因では経験があります。私は5年に一度はヒューズを抜き差しして点検し、10年で交換するようにしています。Summary. 以上、私が経験してきたアイドル不調の原因や、よく知られている原因について解説してきました。この動画があなたの車の修理の参考になれば幸いです。